どうも、なんとか重工友です。今日はですね、皆さんもご存知のセラミックスの謎を解き明かすためにセラミックス工場にお邪魔してます。セラミックスについて詳しい方をお呼びしてますんでお願いします。西村陶業開発技術課の中浩二と申します。本日はよろしくお願いいたします。皆さん、セラミックの包丁とかプラグとかですね、カッターナイフの刃とか、実は身の回りにセラミックスの製品っていろいろ溢れてまして、どうやって作られてるかって謎じゃないですか。普段金属加工してるんですけど、セラミックスも結構似たところがあるんですよね。そうですね。なんで、そこら辺について、工場見学をしながら、勉強していきたいと思います。この動画は製造現場にちょうどいいデジタルを現場とのご提供でお送りいたします。何も知らない状態で行ってもあれなんで、ちょっとセラミックスの特性をね勉強したいと思いまして、ちょっとお願いします。まず耐摩耗性に優れておりまして、はい、簡単には摩耗しない、で他には、絶縁性、電気を通さない、絶縁体ですので、電気が通って困るようなところでよく使われております。耐薬品性ですね、酸やアルカリに対して、強いので、金属だとすぐに腐食してしまうようなところでよく使っていただいております。それらの特性が全部あるっていうわけではないですよね。そうですね。セラミックスといっても、原料のいろいろな、もう本当に弊社で取り扱っている原料だけでも100種類ほどの原料ございますので、そうですね。一口にセラミックスといっても、もう同じものではない。用途に合わせて特性がこう変わってくる。そうですね。求められることに応じて素材を選定させていただいております。で、今これ並んでるのはなんか実験ですか？そうですね。どういう特徴があるのかっていうのを、簡単に感じてもらおうというところで、ハンマーで。わかりました。そうですね。叩いていただいて。叩くんですね。はい。ぜひお願いいたします。これが鉄ですよね。そうですね。こちらが鉄です。これは何ですか？こちらセラミックスの中のアルミナ。そうですね。と呼ばれる素材です。こちらは、セラミックスの中のジルコニア。ジルコニアなんか聞いたことありますね。これ叩けばいいんですね。そうですね。お願いいたします。はい。鉄で鉄叩いてへこんだって感じですね。もう一回いきますね。当然割れたりはしないですよね。そうですね。はい。でこれがアルミナ。同じように叩きます。お、こんな簡単に割れるんですか？そうですね。アルミナは陶器のようなものに近いので、そうですね。壺をハンマーで割るような。ほんでガラスみたいな感じですね。そうですね。すごい。綺麗になんか4分割されましたね。そうですね。ただアルミナでまた全然違う用途で優れた部分が。ジルコニアいきます。お、割れない。そうですね。もうちょっと思いっきりいっても多分割れないと思います。本当ですか？今忖度が入りまして手加減をねちょっとだけさせてもらったんですけど、じゃあ勢いよくいきますね。いきます。お、全然やん。マジっすか？はい。強っ。そうですね。結構しかも重い。そうですね。密度も高いので。そうですね。やっぱりその素材ごとに密度も違うので、その重量多分これとこれだと全然重さも違う。本当や、軽い。全然軽いわ。なんかずしっとした重さありますね。ジルコニアの方が。なるほど。そうですね。同じセラミックスでもここまで違うと。そうですね。これがあと98種類ぐらいあるわけですよね。そうですね。もうちょっとあるかもしれないです。すごいな。現場と。まず最初は材料ですか？はい、そうですね。なんか小麦粉みたいなね。そうですね。すごい積まれてるんですけど、これがセラミックスの材料なんですか？そうですね。弊社で取り扱っている原料を保管している原料倉庫となります。これらを混ぜ合わせて材質を変えていくんですか？そうですね。混ぜ合わせるものもありますし、最初からもう原料を調合した状態で保管されているものがほとんどですね。そうなんですね。はい。具体的にどういう流れで今これ持ってるんですけど、セラミックスっていうのはもともと粉から製造されております。じゃあ細かいサラサラの粉。そうですね。もう本当にサラサラで砂より細かいですよね。そうですね。で形も実は、ミクロレベルで見ると形も揃えてあるものがあったりだとかもします。形を揃えてる？そうですね。綺麗な球体といいますか、同じぐらいの大きさに揃えているものもあります。そうなんですね。そうですね。でこの粉を固めてこのような成形体にまずします。で流れとしてはその次に
まあ、生のこの状態で加工する。加工する。はい。はい。これはもうすべて全部同じものなんですね。あ、同じなんですよこれ。そうですね。これはだいたい同じぐらいの量の原料、はで成形固めたもの固めたもの。で加工したも加の工したもの。で、最終的にセラミックスは必ず焼きのはいはい工はい。程が入りますので、こちらが焼いたもの。焼いたもの。そうですね。えだからこれをそのまま焼くと、大きさ全部変わってるのはこれは分かりますよね。加工して切削加工なのか分かんないですけど、加工して材料から小さくなったと。これは分かりますよね。これがね縮んでるんですよめっちゃ。そうですね。これこういうもんなんですか。そうですね。もうセラミックスは縮むものです。へえ。はい。だいたいこれだとアルミナだと体積比2分の1ぐらいですね。今では縮みます。そうなんですか。はい。寸法管理とかめちゃくちゃ難しそうですね。そうですね。まあそのあたりの苦労も結構セラミックスはあるので。へえ。こう鉄とね金属と全然違うところですね。そうですね。なるほど。面白い。現場と工場の中入ってきたんですけど、なんか鉄工所とは違う匂いがするというか、粉っぽいです。粉をプレス機で成形している場所になりますので。さっきの粉を固めるところ。そうですね。原料の粉を固めて形を作っているところですね。はい。で後ろにあるのがプレス機、金型が動いて成形するところで、まあ60トン以外にも400トンプレス等もあるんで。そうなんですよ。そうですね。そんなに力かけて。そうですね。まあこれであらかた形を作っておいて、まあその先の工程に入っていくと。はい。まあ、セラミックスのプレス成形ならではの悩みなんですけれども、金型にセラミックスの原料がくっついてしまうはいはいであったり、はい、セラミック金型に使われている金属よりもセラミックスの方が硬いので、金型がすり減ってしまうんですね。なるほど。そうですね。だってそうですよね。セラミックスって切削工具にもなってるぐらい硬かったりするわけですから、金属なんか削れちゃいますよね。そうですね。はいはい、なので金属金型の方が負けることがすごいあります。じゃあそれで都度交換したりとかしないと、そうですね、まあダメってことですよね。そうですね。面白い。接着剤とかそういうのいらないんですか。そもそもセラミックスの原料の中には、接着剤の代わりになるような成分が入ってるんです。そうなんですか。そうなんですよ。じゃあそのさっきの砂みたいなサラサラの粉を圧力かけるだけでもう形になっちゃう。そうですね。その接着剤がつなぎのような役割をして成形体の、粉だけでも固められなくはないんですけれども、その流動性、プレスをした時の粉の流動性であったりとか、サラサラなんですけど、あれ実は粒々がいっぱいこう固まってできてたりするものもあるので、そういう時はその接着剤がいい感じに潰れてプレスの密度を上げる、成形体としてこうしっかり形を作ってくれる役目をしてます。なるほど。はい、またなんか違う機械の前にいるんですけど、これは何でしょうか。見たことない機械ですね。こちら湿布機と呼ばれる機械でして、そうですね、先ほどのプレス機と同じように原料から、成形体を作り上げる。そうです。先ほど見せたこの、生の成形体ですね。焼結前の成形体、形を作る段階の工程で使われるものなんですけれども、原料をゴムの型に入れて、でこの中に入れて水圧の力によって、水圧で、そうですね、ゴムの型ごとこう全方向から水圧をかけてあげることで成形体を作る。圧力をこうかけていく。そうですね。さっきのプレス機は、機械のメカ的なプレスでしたけど、そうですね、これは水圧を使った、そうですね、こう圧力のかけ方。水圧によって成形体を作る。結構力強いんですか。そうですね。大体圧力でいうと深海2万メートルぐらいの2万メートル圧力が出ます。どんぐらいか全然想像つかないですけど、この機械が水槽かなんかになってるんですか。そうですね。中に水が入っております。2万の力がかかってると。そうですね。すごい面白いですね。いろいろな成形の方法があるということですね。で多分出てきたら結構びっくりすると思うんですけれども、本当ですか。
肩に対してかなり小さく、あ、ちっちゃ。はい、これだけ水圧がかかったってことですね。そうですね。締めた後なので。現場とはい、またここは違うところに来てたんですけど、見慣れた機械、マザクさんのインテグレックスとか置いてありますね。ここはどういったところなんですか？ここは製造参加で、セラミックのですね生加工をしている部署で、主にこういった湿布材、先ほども見られたと思うんですけども、それを加工する加工するところ部署ですね。切削加工ですね。切削ですね。じゃあちょっと見せてもらってもいいですか？はい、どうぞ。なんかすごい機械も粉々ですね、やっぱり。そうですね。セラミックなんで結構粉自体は硬いんで、ほとんどの刃物はやっぱりダイヤモンドコートとそうなかんですね。なんで、あとはもうダイヤですね。だから調光でもすぐにへたるという、金属とは全く違う加工でもですね。これって焼きまだ入ってないわけですよね。そうですね。それでも硬いんですか？そうです。へたります。そうなんですね。はい。反対にかけてしまうんですね。刃物がへたると。はいはいはい。ワークの方が欠けたり破損してしまうと。そういうことです。だから反対に角っこが全部かけになって欠けたりするので、やっぱりそういったところの管理がポイントにもなってきますね。なるほど。金属で言えばネジ開けるときタップなんか使われますよね。こちらやっぱり収縮がありますんで、その収縮率に合わせて加工するので、ネジもだからヘリカルって言ってダイヤで切るんですけども、収縮率を計算しながら、ネジを切らないといけない。めっちゃ難くないですか、それ。そうです。そこを100分台でコントロールせなあかんっていうのがやっぱり結構きついですね。見てる感じでは簡単に削れるんですけどね。粉々がパーッと出てて、金属に比べると加工がしやすそうには見えるんですけど、なんか加工音がしないじゃないですか。ゴリゴリといったなんでサクサク削れてるんかなって思うんですが、そんな甘くないと。甘くないです。面白いですね、セラミック。西岡さんはもともと金属加工されてて、セラミックの加工に、セラミックの業界に入ったと。それって実際どんな違いがありました？違いだらけで結構びっくりしたんですけど。ですよね。プログラムとか機械の作業自体は一緒なんですけど、削った後の反応が全然違うんで、金属とかだと、やっぱり切り子が出た時にもう刃物みたいになって、もう毎日手切ったりしてたんですけど、そんなんもないですし。もう粉ですもんね。そうですね。だから力のかかり方とかも全然違うんで。加工条件とか載ってなくないですか？カタログに。そうです。載ってないです。載ってないですよね。はい。そのなんか手探りで。最初入った時はだからその上司と先輩にもうある程度のレシピというかあるんで、会社のノウハウとしてあるんで、それをもとにだんだん研究積んでいくと自分でこれぐらいかなっていうのが削りながら分かるように。セラミックと鉄どっちがいいとかあります？僕は断然セラミックですね。それこそさっき言った手切るとか、やっぱり物自体も鉄よりはやっぱり軽いんで、安全面でもまず全然違うし、前やったらねちょっと人に勧めにくかったですけど、これやったら全然逆に女性とかできるんちゃうかなぐらい、実際いらっしゃるんで、クーラントもね抱えないから、そうですね、オイルもかからないし、手も荒れないですもんね。現場と今どのエリア、焼く工程のところですよね。もうたくさんの炉が並んでまして、もういかにも焼くぞっていう感じの熱気が伝わってきてるんですけど、ここはどういった工程になるんでしょうか？こちらセラミックスの、焼成の工程になります。セラミックスを焼結させて、固める。で実際、焼くとどうなるのかということを、縮むっていうお話ありましたよね。そうですね、縮むのもそうなんですけれども、焼く前と焼いた後っていうのはもう劇的に違うので、それを分かりやすく、こちら、焼く前のもの、焼いた後のものですね。これは折ってもらって大丈夫ですかね。折っていいですか？はい。どちらから？いや、それはこの焼く前の方から。折っていいって言われたけど折れるんかっていうところもありますけどね。まるでチョークみたいな太さの。いきますよ。そうですよね。今全然力かけてないですよ。本当になんやろな。本当に触っただけ。もう一回折ってもいいですか？全然大丈夫ですよ。赤ちゃんの指をつまむぐらいの力かな。
優しくつまむぐらいの力でこんなもんなんですか？はい、チョークよりなんなら書きやすい。そうですよね。これをさっき削ってたわけですか？切削そうで。ですよくなんか割れたりしないもんなんそうなんでね。ですすよ。ハンドリングで、ね割れちゃいますよねかなり木はすごい使わないといけない。すごい尖ってたところとかあったんで、そうですね掛けとかすごい気になりますね。これすごい。まさかこんなんとは思わなかったです。でそれと比べてみれば、はい。ねこれが氷結5の、 5のやつ。はい、セラミックスですね。ずしっとするわなんか。いきますよ。いや分かってたよ。分かってたよこんなん。折れません。まあ叩き割ったらね折れるんでしょうけど。そうですね。いやこれ無理ですわ。こんなに変わるんですね。そうなんですよ。これなんでこんな変わるんですか？これはですね、氷結すると、収縮はいはいしてるので、縮んでるじゃないですか。はいでも密度がもう段違いなんですね、そもそも。はい。であと粒子同士が氷結っていう工程は粒子同士がこうどんどん合体して、はいはい石垣のようにこう組み合わさっていくところなので、これはただ粉を固めただけ。押し固めただけ。そう、押し固めただけです。要は粉をこうギュッてしただけですぐにこうパキッ。はいはい。だけどこっちはもう熱をかけてあげることで、石垣のように組み合わさって硬くなるほど。強固なものになっているということですね。陶芸のあれと一緒ですよね。はい。粘土とかをこねて作ったらやわやわでそのままでは使えないから、そうですね焼き工程入れてちゃんとした器になるっていう。そうです。はあ。でそれの炉がこれと。そうです。めっちゃでかい。僕入れますもんねこれ。入ってもいいですか？あ、全然いいですよ。はい。今熱くないんで。全然熱くないです。こんぐらいでかいです。僕が作った電気炉とはね全然違いますよ。すごい。これに入れて何度ぐらいで焼くものなんですか？焼くものにもよるんですけれども、基本的にアルミナでしたら1600度ぐらいです。1600度。そうですね。で調整してますね。何時間ぐらいとか？この炉だと先ほど大きいとおっしゃられたんですけど、小さい方なんですか？サイズで、そうですね。この炉だと大体ちょっとずつ温度上げていくので、36時間ぐらい。36時間。そんなかかるんですか？そうですね。それでもまだ短い方。そこの炉は小さいので短い。ワークのサイズによっても変わったりする。そうですね。ワークのサイズによって変えないと、ワークが爆発したりするので。マジですか？そうですね。怖っ。さっき聞いたら並べ方にもなんかノウハウがあるらしくて、そのワークの並べ方、いやめちゃくちゃ難しそうだなと思いました。そうですね。やっぱり熱の入り方が場所によっても、この炉の中の場所によっても違うので、温度が低い高いももちろんあるので、そのあたりをしっかりと理解して製品は入れないといけないです。現場と次は検査室にやってきたんですけど、いよいよ現場との登場となります。もう使われてるんですよね？そうですね。どれくらいになるんですか、使って？今で3ヶ月か4ヶ月ぐらいですかね。で現場とっていろいろあるわけですね、はい、その不良のやつとか設備の管理とか、その中でここで使われてるのが、ここで使われてるのは不良の管理、記録を取る。そうですね。どんな感じで運用されてるんですか？そうですね。今までだと結構紙ベースで動くことが多かったんですけど、いざ振り返ろうと思うとなかなか膨大な紙の中からいつ何がどこで起きたかっていうのを振り返るのがなかなか大変だったんですけど、それが現場と使うとデジタルで残るようになるので、その不良を入れていって不良に対する対策を入れておくと今後何十年後にも活用できるかなと。型番を入れたらそれがパッと出てきて、それ照らし合わせて、ここもうちょっとこうしようみたいな、また同じ不良出てるやんけみたいなのがあるんですよね。ありますあります。かな、同じ失敗してたな。デジタルで管理することによるなんかみんな使い勝手というか、やっぱパソコンってなると難しいのかなと思うんですけど、そこら辺ってどうなんですか？そうですね。意外と簡単でした。簡単なんですか？はい。割と操作も順序立てて画面が移り変わってくるので、非常に分かりやすかったですね。年齢上の方多いんですけど、割と頑張って使ってくれてます。
ぱ不良って起きるんですか、そのセラミック加工って。起きますね。今見た感じだともういろんなところでこう不良リスクがありそうなあります。製品とか材料だなと思ったんですけど、焼きとかもろじゃないですか。もろですね。ですよね。完全に肝です。収縮もするし、あれもするし、そのデータをバーッと入れてると。そうです。減りましたか、不良って。まだ正直まだそこまで。そこまでは。まあ今はどちらかというと使いやすくしていこう。これから良くしていこうっていうなるほど段階ですね。はい。はい、また工場を移動してきましたけど、ここは何の工場なんでしょう。こちらは焼結体の加工をする場所ですね。さっき焼き固めたものを加工するところ。そうです。焼く前と後で違いとかって具体的にどんなのがあるんですか。焼く前は切り込み量が結構2ミリ3ミリ入るんですけども、焼結はもっと100分の1とかに、または 100分の5とか。まあもう見るからにドライ加工じゃなくなってて、クーラントドバがけ。刃物って電着ダイヤとか。電着ダイヤがメインですね。で加工時間もすごい長いわけですもんね。はい。焼き固めたことによって、硬くなって、もう検索ですよね。そうですね。はい。なんか難しいところとかってあるんですか。難しいところはやっぱり生加工と違って加工条件がつかみづらい。でいつ刃物が終わってしまうというか、潰れてしまうかが分からない。見えないですもんね。音もほぼしないので加工音が。いつダメになってるかって分かんないですもんね。分からへんので5時間6時間動かして途中で終わってしまうという。刃がダメになってる。ダメになってしまう。で製品がパーになってしまう。であと割れとかもあるんですよね。ありますね。穴開けとかだったらこっち側から加工して裏側向けたら割れてるとかありますよね。そういうのってどうやって対策されてるんですか。座繰りとかやったら小さい穴から開けてひっくり返して大きい穴を開ける。片側から行かずに、ひっくり返して磯を合わせてつじつまを合わせて加工すると。なるほどなるほど。いやもうなんか違いないのかなと思ったらありました。これ金属の場合は焙煎直接使いますけども、セラミックの場合はワックスでこういう茶色とかいろんな色あるんですけども、それで貼り付けて全周加工全面加工ができるような状態ですね。これワックスって外れないもんなんですか。いやそれが外れます。ですよね。で動いたりして不良になったりしますよね。あります。どうやって外すんですか。外す時。これは熱をかけて脱着します。ヒートガンとか、そういうので。もううちはホットプレート。ホットプレートで取れるんですか。工業用のホットプレート。でワックスを溶かして乗せて冷やして。これね金属加工とは全然違うところですね。現場と。これは何ですかね。これは現場との設備管理っていうシステムになってまして、さっきの現場との一部の機能ですね。そうですね。でここに自分たちの持ってる設備だとか、今これちょっと設備の一覧を開いてるんですけど、こういうふうに設備をみんなでこう見れるように登録してあるってことですね。そうですそうです。具体的にどういう用途で使用するんですか。これはね、作業の標準書であったりだとか、作業記録とか修理とか、定期点検とかですね、そういうものに関してここで登録している設備はこういうことがあったので修理しましたよとか、あと作業標準書をここで置くことによってこうみんなで見れるようになる。どこでも誰でもアクセスできるようにこれから運用させていこうかな。なるほどなるほど。確かになんかこの機械前もこのサーボモーター壊れんかったっけみたいな時ありますもんね。そうなんですよ。それが全部記録で残ってくれると、これなんか壊れやすいのかな、別のところが原因なのかなとかいう原因解明にもなりそうですね。そうですね。で特にあれですか、セラミックだから粉みたいな切り子出るからメンテナンスも大事ですもんね。結構そのスラッジとかですぐに機械がダメになったりとか、同じようなこう壊れ方、例えば違う設備でもこう用途が一緒であったら同じような壊れ方をしたりとかするので、そういう時にここに登録しておくと誰でもすぐにこう原因が分かるっていうのがあります。はい、また移動してきましたけども、何でしょうこれは。そうですね、こちらは弊社が製造しているエニチャックという
真空チャックです。エニチャック。はい、エニチャックも何でも吸着できますよっていう名前で。真空チャックなんですか、この形で。そうですね。なんか僕の知ってる真空チャックってこうなんかオーリング溝があって、はい、そこに密閉させるっていうのなんですけど、そうですね。これ穴もなんもないじゃないですか。そうですね。パッと見は穴が開いていないように見えるんですけれども、こちらのポーラス質という多孔質体のセラミックス。多孔質セラミックスです。スポンジみたいに穴が開いてるセラミックス。そうですね。でも本当に、こちらだと1ミクロンぐらいの穴しか開いていない、穴がもうそこら中に開いてるんですけれども、1ミクロンなので目には見えないです。ただ、スポンジのように穴は開いているので吸着が可能というものですね。実際にワークくっつけれますので、全部くっつきそうな感じ全くないですけど。そうですね。触った限りは穴が開いているようなもの、ちょっとデモ機なのでちょっと汚れもあるんですけれども、一回、そうですね、吸着してみて、もうこういう感じですね。おお、ちょっといいですか。はい、どうぞ。お、すごっ。取れへん。そうですね、取れるのは多分難しいと思います。コンプレッサーもね、結構ちっちゃいコンプレッサー使ってるんで。そうですね。すごいですね。結構小型のものなんですけれども、もっと大型のものだともっと吸着できる。そうですね。これめっちゃいいですね。普通のね、真空チャックだとやっぱオーリングがでかかったり、その場所ごとにあれですけど、今どこでもいい感じでしたね。そうですね。場所は部分吸着が可能ですので、要は全て覆っていなくても吸着が可能ですね。例えばこういうなのでワークサイズを選ばないっていうところですね。こういうものであればこれでも多分ちょっとね小さいんであれですけど、面がねやっぱりそうですね、面が広くないとダメです。でもそれでも多分本当だ、多少はやっぱ動きますけど吸着感はありますね。そうですね。あとコンプレッサーのパワー、真空装置が弱いとやっぱり弱くなってしまいます。ちょっと今回は場所も制約もあったのでちょっと小さいものになってますが、そうですね。これも自社製品で販売されてる。そうですね、販売しております。これめっちゃいいですね。そうですね。電磁チャックもあるんですけど、結局磁性が必要じゃないですか。そうですね。これ CNC、僕の卓上 CNC につけたいですけど、そうですね。いくらぐらい？20から25。なるほど。それぐらいしますよね。から仕様によっては。なるほど。面白い。これセラミックを材料から調合とかされてる会社だからみたいな。そうですね。このポーラスセラミックスなんですけど、やっぱりその原料からで成形の部分、今回ご紹介させていただいた成形の部分も結構制御してますし、で焼成の焼きの部分ですね、焼結の部分もう全ての工程を制御することで、ポーラスセラミックスを作っております。これどういったところで使われるんですか？そうですね、薄いもの、例えばハンドリングの難しいフィルムであったりだとかはよく、そうですね、やっぱり手で持ってないですもんね。そうですね。あと1枚しか、1枚取りというのは、こうめくるときに下だけ固定したりしますね。面白い。セラミック深いですね。そうですね。何でもやりようは。面白い。現場と。というわけでいろんなものを見せてもらったんですけど、具体的にどういったところで使われているのかっていうのをお聞きしたいと思います。西村さんお願いします。多様なところで使われてはいるんですけれども、一つは半導体の製造装置の中で、製造装置の中って見ることないんですけれども、例えばこういったシャワーの先のようなシャワーヘッドっていうものとかですと、なぜこれをセラミックで作るというと、劇薬を半導体の工程で散布するときに、樹脂とかプラスチックだとこういう穴から劇薬を通してもすぐに穴が大きくなってしまったりとかしてしまうことがあります。で、セラミックを使うことでそういったことが、形状が長いこと使えると。こういうものですと、機械部品で、ジルコニアっていうものなんですけれども、非常に強度の高いネジ
ナット、ボルトっていうのが作れます。でこれもご覧いただいた、生加工、焼結米加工で、作ることができます。劇薬の中につけても大丈夫？そうですね。やっぱり薬品にも強いですので、そういうところでも使っていただけるかなと。こういうものとかも同じく、より小さな形ですけれども、ネジ。で、金属とかだったら、ダメなところ、樹脂とかでは十分じゃないところ、長寿命化っていうところで、使われますね。結構あれですか、多品種な感じなんですかね。量産ではないんですか？そうですね。多品種が基本ですね。弊社の場合は、やっぱりセラミックって、あまり喜んで使われる部材じゃないように思うんですよね。なんでですか？セラミックはやっぱり高いし、割れるし、リードタイム長いし、あんま嬉しくない、エンジニアの方からすると、樹脂の方が絶対いいです。削りやすいとかありますしね。ただ、絶対にセラミックじゃないとダメっていう部品があって、で、そこでセラミック登場。なので、やっぱり多品種少量。これがやっぱり多いですね。その一点、例えば、今ですと電気自動車化っていうのがどんどん進んでると思うんですけれども、電気自動車っていうことなので、それだけ電気も止める部品が、電気絶縁する部品がやっぱり必要になってきまして、そういったところでもセラミックの需要は増えてます。で、多品種少量の生産をするんですけれども、いろんな案件で、日々いろんなトラブルが発生してます。それぞれのトラブルに対して、連絡書とか報告書を発行して、従来やってたんですけれども、紙ベースで、ただもう1行ちょっとだけ入ってたりとか、これ、そういうことが知りたいんじゃない、薄い内容だったりとか、ずれた方向の話だったり、そういうのはしょっちゅうで。字汚いとかね。そう、字汚いわね。やっぱり現場で書いていると、しわしわの紙になりますし、それが現場とを入れてからは、必ずなぜなぜ分析を使う。で、あとは、問題を発生側と流出側から捉えるっていうのが必ずやらないといけなくなっているので、それがすごくいいですね。それで結構問題解決につながったり。つながります。やっぱりお客様から言うと、なんでこれが起こったっていうのも大事だけど、なんでこんなもの流すねん、出すなよっていうところ強いんですけれども、そこの観点でですね、なんでこういう不良が出てしまったかっていうところを原因と対策。で、もちろんものづくりの方でなんでこんなものできちゃったのかなっていう原因と対策。この2つの軸が必ずセットになってて、それが素晴らしい。いいですね。今はお試しで使われてるけど、もう3ヶ月ぐらい使ってるんですね。そうですね。3ヶ月使ってますね。継続されたいという感じですか？そうですね。もう週に1回、これから2回なんですけど、現場との会議とかも開いて、そういう現場とを使ってどんどん PDCA を回すという仕組みができましたし、あとは異常発生を今メインで使ってるんですけども、これから図面の方とかですね。で、またいろいろリリースされるということで、そういうものもどんどん入れていきたいなと思ってます。というわけでセラミックスについていろいろ勉強させてもらったんですけど、材料からやってるところがあるって知らなかったんで、材料買ってくるもんだと思ってたので、そこら辺マジでびっくりしました。で、材料とかを調整することによって、穴を開けたスポンジ状にしたりとか、それこそ材料の研究もされてるっていうお話も聞いたんで、セラミックスめっちゃ深いなと思って学びになりました。この動画をきっかけで、少しでもセラミックスに興味を、皆さんに持っていただければ幸いです。セラミックスに関係する、ご相談等についてもですね、ホームページからお問い合わせ可能ですので、もう気兼ねなく特に小さなことでも相談していただければと思います。現場との渡辺です。本日西村東洋様でご紹介いただきました現場と不良記録や現場と設備管理の他にも、現場とでは QC 文書管理や一方管理というようなサービスもやっております。新しい案件や新たな取引先様を探していただける現場と M 結びというサービスもやっております。こ
また全てのサービスが、2024年12月末まで無料でご提供しておりますので、ふるって、お問い合わせいただけたらと思っております。最後、11月5日にですね、行われるジムトフという展示会でも出展しておりますので、気になる方はぜひ弊社のブースまでお越しください。セラミックといえば西村陶業、DX といえば現場というわけでご視聴ありがとうございました。